こんにちは。今日は枝棚ってなんぞやという動画にしようと思います。ボンスキージョのメンバーさんからのリクエストの動画なんですけれども、図書の形を作りたいけど枝棚っていうものをどうやって作っていったらいいかわからないから、動画にしてほしいと。で、金本のサイトによると、枝棚っていうのは一つの枝から出た小枝や葉をそのまま一塊にせず、小さなブロックに分けた集合体ということで、これを棚割りというんですけれども、これにより奥行きとか立体感とかも出ますし、棚と棚の間に隙間ができることで日当たりとか風通しとか良くなってバイオ環境が改善されるというようなメリットもありますね。枝棚ちゃんとやると見た目もすごいかっこよくなりますよね。枝棚割っていくと同じ木でもこうやってちょっと奥行きとか枝配りとか出てきて、なんかかっこよくなるんですよね。こんな感じで作るとなんか盆栽だなっていう感じでしょうか。リクエスト通り図書でやろうかなと思ったんですけど、私薬枝にちょっと毛が生えたぐらいの苗木しかなかったもんですから、また心拍ということで、ある程度の枝がないと枝棚って作りにくいので、枝がちょっとあるやつですねを選んできたんですけれども、どうなるでしょうかと思ったんですけど、予定変更で今回は心拍だけにしようと思ったんですけど、図書の方が針金掛けがちょっと気をつけないといけないところがあるので、ちょいちょい図書のパターンも入れてみます。まずは心拍からです。針金をかけるときはまずはいらない枝を取ってしまう方が作業がしやすいです。この平行枝が2本あるので、使わない方を取る。はい、ちょっとまだ多めなんですけど、あまり抜きすぎると弱っちゃうので、このくらいの枝抜きにしておきます。はい、陣を作っておきました。作ったというか皮剥いだだけなんですけど、枝も抜いたのでこれで針金かけていきます。普通薬枝ぐらいだったらこのくらいまででもいいんですけど、今回は枝棚までしっかり作るので、この葉っぱの先まで、全ての葉っぱの先まで丁寧に針金を巻いていくというところ、針金かけ終わりました。でやはり使う枝の枝先までそれぞれ針金をかけておくと枝棚作りやすいです。で図書の枝はご覧の通り葉っぱがいっぱい枝の途中から尖った葉っぱが出ていて、しかも葉の途中に芽がありますので、針金を巻くときはこの葉っぱや芽を潰さないように、この枝の先まで針金をかけていく必要があります。でこんな風にもじゃもじゃとなんか予備軍がいますので、この辺を針金で潰さないように気をつけながら、葉っぱを少し縫うようにしながら針金をちょっと痛いで、ここに芽があるのでそこは潰さないように葉っぱを縫いながら巻いていきます。でペンチ二刀流とかして枝先までしっかり巻いて、ちょっと外れないように始末はしっかりギュッと留めるとかして、この辺までからこの辺までしっかり留めると枝が作りやすいですね。で曲げる時は伏せるように作っていったら、この辺の芽が上に向かってこんもりしてくるので、そうやって棚を作っていくとやりやすいです。間延びしたところは少し畳み込むような感じでぐねぐねと曲げていきます。畳んで懐の方を畳み込んで外に出すような感じですね。よいしょ。頭に使おうと思ってる部分はここがまっすぐだったので、一旦ちょっと潰すような感じで倒したら、これを頭にするので、今度は逆に配ってでこれは横枝として伸ばすようなことをします。で太い枝を抜いた跡があるんですけど、これは陣にすると思うんですが、柔らかいうちに、矯正しておきますよ。中に入れちゃった感じですね。ざっと枝を配った状態から今度はちゃんと枝棚みたいなものを作っていきます。その時枝はできるだけ薄く作るんですけど、ただ薄っぺらく作っちゃうだけだとなんか寂しいんですよね。この一枝でも
ちょっと下げてこう段を作るような感じで、後ろ枝もちょっと奥行きを出すようにこう少し高さを変えてはぐみを作っていくような感じで、この時に下枝はこう棚が見えづらくなるので下枝を抜いて、そういう風にやるとこのはぐみとここのはぐみと、後ろのこのはぐみでこうそれぞれグループ分け、小グループ分けにしていくという感じだと思います。葉っぱそれぞれが枝になる可能性を秘めているということで、今回棚割りするのはこの図書の木です。針金だけ巻いてます。枝はほっとくと割とピンピンピンと上に上がっていきます。小さい図書の木だったらもう棚作るの大変なので、棚とか作らんでこの辺でボフッと作って葉っぱでごまかしちゃうところがあるんですけど、棚作れたらよりグレードアップするので、これでちょっとチャレンジです。今上に全部向いててなんじゃこりゃって感じですけれども、こうやって一枝一枝に役目を持たせて、ちょっとこの木なんかも薄く作ってみるんですね、一旦。でこの手前にある枝も前にやって幹とか薬枝の枝の茶色い部分とかが見えるように、正面から見て見えるように意識しながら、で基本平らに作ります。でこっちも前に下げますけど、この高さよりちょっと変えて若干かぶさるような感じででこう来てこうですね。こっちもこっちでちょっと棚を作って、で下げて平らに伸ばす。もちろん後ろ枝もあるので下げてちょっと平らに持っていく。ちょっと寂しいところは後ろから持ってきたりとかして空間を埋めるような感じです。でこういう風にするとそれぞれちょっと勝手に立ち上がってた枝が棚感を出しながらちょっと姿が出てくる感じになります。ということで今回はこのトシャオと心拍の棚作りをやってみました。私の癖なのかちょっと似たような感じになってしまうんですけど、